さて、世界的人気コミックスのモバ版が PC のほか家庭用版やモバイルでもリリースされたとのことで、今回はドラゴンボール激震スクワドラの紹介を行います。こちら以前プレイテスト版を動画にしたものがついに正式版となりました。モバはこれまた世界的超人気ジャンルであり、ロルコとリーグオブレジェンズが代表作です。いずれも無料で遊べる作品が多く、コスチュームといった見た目部分が主な課金要素だったりします。キャラクターもお金を払ってアンロックできますが、じっくり遊ぶことでいずれ使えるようになったり、あるいは今週はこのキャラが無料で使えるみたいな仕組みです。ドラゴンボール激震スクワドラも同じような課金形態で、キャラクター総数はロールほどは存在しません。ロールは160体以上で1日1体使うだけでも半年かかります。対して今作はドラゴンボールが題材で、キャラ1体に対し原作準拠の凝ったアニメーション演出が行われる点があります。今後もサービスが続くにつれキャラは増えるのでしょうが、ロールほど増えないながら1体に対して力が入った作りがなされ、それだけ好きなキャラに対し愛着が湧きやすくなっています。特徴は何よりもモバの面白さがそのまま引き継がれている点にあります。何が面白いのかですが、その一つに両者のせめぎ合いが挙げられます。お互い殴り合ったり打ち合うわけですが、やばいと感じたら回復のために自軍の基地まで下がります。ただし2対2で殴り合っている場合、1人が抜けると1対2になり非常に不利になります。一度倒されてしまうと復活するまで時間のロスが発生します。倒されるくらいならば逃げるべきですが、相手のライフを見つつ一緒に逃げる必要があります。もしくはそれでも多少無理して相手を倒せる場合もあります。相手側も体力が減ってきたら下がる準備を行います。ここで突っ込むかあるいは引くか、このせめぎ合いが何よりもモバの面白い点です。モバは動画ではゲーム性が伝わりにくいジャンルですが、無料でとても軽い作品が多いため、何か代表作を遊んでみることです。ノート PC とかでも遊べる気軽さがあり、だからこそ世界的にプレイ人口が多く、一度体験し面白さを感じられたら、プレイ動画も楽しく見れます。次にキャラクターの性能や特性が戦略の多彩さを生みます。アタッカー、タンク、ヒーラーといった役割があり、ゲーム中レベルアップすることでどの技を覚えるか選択できます。さらにステージ内ギミックがあるのも特徴です。敵はプレイヤーだけではなく NPC もいます。倒すと経験値を得てレベルが上がるため、何を優先して倒すか判断する必要があります。中には強力なボスも登場し、撃破できたらゲーム進行が有利になる場合があったりと、ただの対戦ゲームではない奥深さがあります。初めての人はちょっと難しそうと感じるかもしれませんが、大抵はトレーニングモードで CPU 相手に戦えます。敵の設定もある程度の強さにできるため、それで永遠と遊んでも十二分にモバの面白さを体感できます。上手くなったらより歯応えのある対人戦に挑むと良いです。今作ドラゴンボール激震スクワドラではおなじみのキャラでモバができるため、両者のせめぎ合いもそれだけ力が入ります。技も多く、サイヤ人系は変身すれば何段階にも性能が変化します。武空術は初めは超ゆっくりですが、敵を倒した時などにテンションが上がり、超スピードで移動できることもあります。その上ギミックの演出がすごいです。漫画的にコマがそこらかしこに表示され、わけがわからなくなるくらい華やかです。モバでは定番のレーンと呼ばれるルートは上下に2つであり、とてもシンプルでわかりやすいです。4対4で上下2人ずつに分かれ行動し、何かのタイミングでもう片方のレーンに飛び込み、奇襲をかけることもできます。その分自分がいたレーンが手薄になるため、玄人向けの戦法です。今作は相手の基地を落とせるタイミングが決まっており、敵を倒しても何もできない時間が発生することがあります。その時がもう片方に行く一つのチャンスです。注意点としては何試合かこなさないとボット戦が多く、不具合なのかボットが動かなくなることもあります。これだとせめぎ合いの面白さを体験できないため、初めはルールを覚えるチュートリアルだと考えると良いです。敵の動きが良いと、これは中に人が入っているなと感じられるので、ようやく面白い戦闘になります。あとモバイル対応なので、そこまでガチな対戦ゲームというよりかは、先ほどの華やかな演出を楽しむパーティーゲーム系の側面もあります。勝ち負けはそこまで考えず、一回一回のじっくりとした攻防を楽しみ、ゲーム終了後は何らかの報酬を得ることを気軽に遊ぶ作品と言えそうです。まずは無料なので一度ダウンロードして遊んでみることをお勧めします。対応プラットフォームは PC のほか Switch、PS4、PS5、Android、iOS となっています。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ドラゴンボール激震スクワドラ。すごいタイトルだな。まずはチュートリアル。悟空。
それと、ベジータ。よし、行くぞ、ベジータ。このチュートリアルは以前と一緒ですかね。練習試合スタート。ちょっとずつ覚えていきましょう。まずは、走る。WSD。これで移動できます。同じ方向に移動し続けると加速する。まあ、そこまで速くありませんね。次は、押しっぱなしでラッシュ攻撃。よし、ラッシュ攻撃。うわー、やったー。で、経験を積めば、レベルアップできる。これは暫定ですね。毎回試合ごとにレベルが上がります。で、新しい技を得得できる。避けたい場合は、バニシングステップ。要は回避ですね。接近にも使える。F。F。おお、一瞬だね。F はクールタイムがありますね、結構。そう連打できない。カメハメハ。ライトクリック。これは範囲指定ですね。カメハメハ。決まった。次はメテオハンマー。シフトにパンチ。メテオハンマー。レベル4になった。メテオハンマーも、まあどれもクールタイム式なのかな。カメハメハ。次は海洋剣を使う。自身を強化。海洋剣。敵を倒してレベル5になろう。近づいて、メテオなんとか。さらに、スペースで元気玉。行くぞ元気玉。オラに力を分けてくれ。やった。次はスーパーサイヤ人。もう技が多くて、覚えきれませんね。海洋剣はこれ、スーパーサイヤ人になった状態でも使えんの？あ、使えますね。本家もそうでしたっけ？海洋剣使うとどこになんか表示されるんだ？バフみたいなものが。時間どれくらいなんだ？左上になんか10って書いてあるけどね。サイヤ人でカメハメハ。うわーでかい。超エネルギー。で、さらに技を超強化する。味方の破壊神エリアで回復できる。これはモバ恒例ですね。ここで回復できますと。私のライフはどれなんだそもそも。敵陣のドラゴンボールを先に取れば勝ちである。道中には敵の破壊神もいる。ライフどれ？キャラクター上にある緑ゲージかな。10がレベルですかね。で、この黄色いゲージが経験値かな。この青いゲージはこの拠点のライフですかね。敵ヒーローもこっちに向かってきている。レベルはこっちが上だが、奴を倒す。よし。まずパンチだ。ほらららららら。カメハメハー。食らえ。海洋剣。殴れ。メテオハンマー。さあ倒しましたね。倒すと一定時間復帰できないんじゃないかな。シャンバ。敵の破壊神エリア。あまり近づいてはいけない。しかし、全能様。それが来ればいいのか？全能を待とう。敵の破壊神エリアに入っちゃいけない。ここに入るとまずいんだね。お。全能様来た。破壊神は全能様に頭が上がらない。これいいの？入って。全能様が殴ってる間に入れます。そうすることで技が激震バーストになる。これで破壊神を攻撃できる。代わりに普通の技は使えない。いろいろ押せって言われてますね。まずはライトクリック。激震バースト。まだ倒せない？次はマックス。激震バースト。味方全員にご褒美がある。スペース。いけ。うわー。おりゃー。決まった。激震バーストはヒーローの攻撃で止められる？溜めてる間に、まあ向かうといいんだね。これでドラゴンボール取りに行く。さあ、ここで味方ヒーローが来た。一緒に戦おう。今はチャンス。元気玉。よし、くらえ。元気玉。うわー。もうわけわからん。激しい。ドラゴンシェルを壊す。ピッコロの、なんか攻撃モーションを受けますね。両手でひたすら、気候派を打ってる。ほらららららら。くらえ。これで、獲得。処理が。やったぞー。ウーシンチュウですね。集めることで、なんかボーナスもらえるのかな。さあ、チュートリアルは、これで完了ですね。ヒーロー解放、孫悟空、スーパーサイヤ人、これらが性能である。他には、グレードアップ。ゲームをプレイするとヒーローをグレードアップできる。報酬を獲得できる。見た目ですかね。グレードアップすると、はい。スターグレード上昇。ヒーローが解放された。新たにこれらが利用できるんですか？どれがいいかな？誰だ一番右下。ケール。知らない。暴走状態。緑色のこの髪のスーパーサイヤ人は、なんか意味あるんですか？まあ終わった後の設定だからわかんないけど。
魔人ブーか。ダーブラもいいな。よし、魔人ブーにしよう。ヒーロー解放。魔人ブー全。助っ人、まだ選べない？とりあえずまずはバトルかな。ボット戦じゃないか。3つのロールから選ぶ。フレックスで自動。初心者ダメージ、初心者タンク、初心者テクニカル。テクニカルってなんだ？これ何これ？なんかボーナスもらえんの？マッチング中。スタンダードバトル。4対4かな？神ドロー。なんか追加ルールがランダム？KO時に敵ヒーローが爆破する。あとは全能が攻撃すると星屑が出現。技のクールダウンが減る？バトルの準備。これはクリリンはロックされてるけど、選べるのかな？このモードではね。とりあえず魔人ブーで行こう。これが味方ですね。ピッコロにスーパーサイヤ人悟空、スーパーサイヤ人ベジータ。技へ読自動。これは自動で行ってくれる。もしくは2位でも行えるんですね。まあ、初めはお任せしましょう。操作慣れるまでね、忙しいでしょうから。で、テクニカルの役割って何なんだ？ちょっとわかりませんね。よし、行くぞ！ワン！まず、まっすぐ行くか、じゃあ私は。倒せ！ほらー！ザクザク倒して、どんどんレベル上げるんだ。ブーはこうやって、飛び道具打てますね、遠くから。一緒に動こう。これは回復すんの？画面もっと引かないの？お、これ倒した時に爆破してるけど、これが例の効果ですか？今回のね。味方アシストで、自分も経験値得られると。うわー。マップは画面左上ですね。まだまだ慣れませんけど。ここで回復？ライトクリックでガム。ああ、こうやって掴めるんだ。これがまあ、テクニカル系なのかな。攻撃するだけではない。おお、あ、敵が来たぞ、敵が。あばいばい。この野郎。ピッコロがすげえ。あ、カブ倒した。大丈夫か？やらせだぞ。まずいってやるか。あ、ピンチピンチピンチ。あ、いってやった。やばいやばい。この野郎。一回下がるぞ。よし、回復すんだ。ここにいれば、奴は近寄ってこれませんね。で、全能はちょっと前に出ましたが、やれ、今チャンスだ。ほらー。くらえ。ガム攻撃。よし、やった。うわー。おー。コンビネーション決まった。レベル4まで上がりましたね。全能が戻ってきますね。いつ前に出れるかわかんないな。この感じじゃ。この下になんかあるけど。中間地点みたいな。ボスか。あれ、敵なのか味方なのかどっちなんだ？お、倒した。人造人間。ああ、もう画面が忙しい。どうなってんの今。さらに強敵、ブリアン。ああ、全能は上行ったり下行ったり。毎回違うんですね。行ってる方向が。その動きを見る必要あるのかな、よく。残り時間はどれぐらいあるんだ？ピッコロは今いませんね。どこ行った？よし、激震バースト。うおー、決まった。まだ生きる。激震バースト。あ、ダメだ。似ている。さすがにこれプレイヤーが2人なんじゃないかな。2人。残り2人はボットの可能性があるな。一回端戻ってみよう。なんていうのこいつら。やっぱりボットがなんかね、エラーで動いてない可能性ある。全能様も何も反応がなくなっちゃったんだけど。あと、よくあるモバと一緒で、ここら辺入れば隠れられるっぽいね。あ、倒した。やった。もうクリアだろ、これ。よし。ドローンボールだ。ドローンボール獲得。やったー。通信中だー。さあ、ちょっとよくわからない部分がありましたけれど。MVP、ベジータ。私じゃないのか。さあ、いろいろ結果が表示されてますが。やっぱ敵はボットかな、これ。全然倒しないもんね。バトルパスレベルが上がってきますね。ヒーローメモリー。なんかストーリーでも読めるんですかね。これらが実績みたいなものか。ブーがグレードアップできる？よし、グレードアップ。うわー。これでスターにヒーロー解放。誰を解放するか。じゃあダーブラ行こう。ヒーロー解放。あの海王神を一瞬ビビらした。一瞬で終わってしまった。今んとこヒーローはこれらのようだね。これ誰だこれ。ガンマ1号、ガンマ2号。全然知らない。トレーニングにカスタマイズとかあるけど、NPC と戦うのかな。まあ練習はいくらでもできるんだろうね。
さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。